テレワークです。今回は、うつの病理を空想してみたの、その2になります。前回までにお話しした内容を、ざっとお話しさせていただくと、まず、以前のコンテンツでですね、多くの精神疾患は、本能的な危機回避行動ではないかっていう、仮説を立てまして、うつっていうのはもしかしたらその冬眠という、寝逃げするではないですけど、冬眠と関わるその危機回避行動ではないかというお話をしました。で、うつで、具体的にどういうことが起こっているのっていう話で、一つはその冬眠について、お勉強をして、哺乳類の冬眠っていうのは、がっつり眠ってピクリとも動かないイメージがあるかと思うんですけども、実際には寝てなくて、うとうとしてるだけっていうのが、哺乳類の冬眠ですよ。その冬眠の状態に、うつの状態が近いなというところを、着目をしております。それからレム睡眠とノンレム睡眠っていう、睡眠のお勉強をして、中でもですね、この深いノンレム睡眠、レベル3とかレベル4とかっていうその深いレベルのノンレム睡眠の時に、嫌な記憶を消去するっていう、大事な活動が行われている。で、うつになって、うつ病巣の睡眠パターンになると、この深いノンレム睡眠ができなくなるために、頭の中が嫌なことでいっぱいになってしまうっていうのが、ここで起きてるんじゃないのかなということを、お話をしています。それで、冬眠のスイッチが入った時に、何が起きるかっていうところなんですけども、そもそもその冬眠のスイッチって本当に存在するのっていうところで、そこは私の空想ではあるんですけれども、関連する、脳の動きとしてはですね、セロトニンの活動を制御する、外側多zna核っていうのがあって、動物が不快な状況やよそより悪い状況に陥ると活性化されるっていうところがありまして、これが、その冬眠状態に人を導いているのかなというふうに、推測をしている。犯人としてはこの人が一番犯人の、可能性が高いですよっていうのが外側多zna核ですっていう、そのぐらいの話です。で、心の中で起きているのは、気力ややる気がなくなり、食欲もなくなり、睡眠も取れなくなりっていう中で、頭の中が嫌なことで飽和し、かつ私にはすべきことがあってとか、なりたい職業があってとかっていう中で、心の中で、とても大きな葛藤が起きる。で、これによってですね、自責とか悲観とか自信喪失とかっていうふうに、悪い流れに突入していって、悪化していくっていうような話をさせていただきました。で、この空想が正しかったら、どんなことができるのっていうことが、今回の本題になります。一つはですね、うつを緩和するアプローチの中で、最初に、ご紹介したいのは、睡眠を元に戻していくっていうことができれば、うつはかなり軽くなるのかなと。で、ご紹介したい方法が、いくつかありまして、部分断眠療法、それから、睡眠移送全身、光療法、などの、これらの組み合わせですね。で、これを行うことで、冬眠を完了したというふうに脳に思い込ませることができればですね、うつが軽くなっていくのかなと。で、これらの治療法は効果が長続きしないとされています。効果はあるんだけれども、普通に寝てしまうとまた普通に
普通のうつに戻ってしまうとかっていうことが言われていて、それはなぜかというと、気持ちの中でですね、春はまだ遠いんだっていうふうに、感じているとすればですね、冬眠を続けようとする意思が働いていくのかなと。なので、この、断眠療法などを実施しながら、心の中もですね、カウンセリングとかで、春を感じるようにしていかなきゃいけないのかなと、その併用で、軽くなっていくのかなと。で、この、治療法ですけども、寝て起きる、目覚ましをかけて決まった時間に起きるっていうことなので、それ自体は、リスクはほぼないと言っていいに等しいんですけれども、一番怖いリスク何かというと、うつの治療で、これを始めたんだけど、本当は双極性障害、躁うつ病の方で、この、治療が効いたためにですね、装填してしまうっていうことが、あるそうです。で、装填すること自体は別に悪いことではないんですけども、リスクとしては、この時に自殺のリスクが高まってしまうんですね。なので、人の命がなくなるような危険があるということで、治療中の方はですね、主治医とご相談した上でこの断眠療法とか、睡眠移送前進とかっていうのを、お試しになることを、お勧めをします。で、具体的に、部分断眠っていうところは、何かというと、断眠療法には睡眠を全く取らない全断眠と、睡眠時間を制限する部分断眠とがあります。で、通常の時間に就寝して、深夜2時から起きてそれ以降は眠らない、夜間後半部分断眠というのが、うつに効果が高いというふうに言われています。睡眠の A をまた持ち出しますけれども、寝入って最初の、1つ目と2つ目の、レム睡眠のこの緑の部分がすごく重要なので、そこだけうまく寝れてれば、後の後半はなくてもいいよっていうことなのかもしれません。で、朝の7時からですね、太陽光を浴びるか、光療法、強い光を浴びる、療法を行ってですね、それから16時間後に行われるであろうメラトニンの生成を、促すということで、調整をしていくっていうのがこの部分断眠療法です。それからもう一つのやり方は、睡眠移送前進というのがありまして、これは何かというと、海外旅行をして時差ボケの調整みたいなイメージにちょっと近いんですけども、最初1日目は全く眠らずに、過ごし、2日目の夕方5時から眠ってですね、だんだんと、2時間ずつその睡眠の時間をずらして、5日間で、23時に眠るっていう、移送を前に進ませるっていう、一周早くするっていうことをやる治療法です。で、起きた後にですね、深夜2時であっても、その光療法、光を浴びることでですね、これが朝ですよっていうふうに体に思い込ませて、この5日間を進めていくっていうやり方をするそうです。これによってですね、何が起きるかというと、その体にですね、冬眠が終わったよっていうことを、このやり方で伝えることができれば、これはすごく効果があるのかなというふうに、思っています。で、その短い睡眠であっても、深いノンレム睡眠っていうのが、取り戻すことができればですね、これもうつの警戒に、かなり、ポイントが高いのかなというふうに思いますね。
それから、うつを緩和するアプローチその2はですね、自分を守る態度を身につけるっていうところですね。左側の、几帳面とか完璧主義とか、責任感が強いとかっていうのは鬱になりやすい性格の人、こういう性格ですよっていうのが、インターネット調べるといっぱい出てくるんですけども、そういうものを並べてみました。それと反対にですね、いい加減な人とか、嘘つきとか、人のせいにするとか、正義よりも強い人が大事とかですね、もっと言うと自分が一番大切とかっていうところの、対極の性格の人たちが、いてですね、この人たちは、まずまず鬱にはならないですよね。で、何が違うかっていうと、この右側の人たちは、自分が守れているんですよね。嘘をつくなり人のせいにするなりしてやっぱ自分を守るっていうことが身についている人たち、それに対してそのうつの人たちっていうのは自分を守るっていうところが残念ながらそこは今一つできてないのかなと。で、その自分を守れないそもそもの原因というか根本に何があるかっていうと、やっぱりその自分には価値がないっていう考えがある。で、組織とか、誰か、家族とか誰かのためにその犠牲になることでその価値を見出そうとする。その役に立ってるから自分は生きてる価値があるんだ。となると逆に役に立てないっていうことは生きてる意味がないよっていう風なロジックになってしまうので、最終的に自分が危険にさらされてしまう。この絵でいうところの、その前頭葉のところでですね、自己というものがもう私なんてどうだっていいんですよっていうふうに、考えていたりするんですけれども、その本の脳幹の方はですね、いいえ死にたくありません、私はやっぱ生きるために生きてるんですみたいなしっかりした生存本能を持っているので、この自己と本能はこの部分で葛藤が起きるっていうことはもう精神疾患の本質ではないかというようなところも私は考えています。自分をいかにして守るかっていうのをしっかり身につけていくっていうのが、うつの再発とかを避けていくのに重要なのかなというふうに思ってます。3点目はですね、頭の中の嫌なことを整理する。うつ特有の睡眠パターンになってしまったことで、頭の中が嫌なことでいっぱいになってしまうっていう現象が起きるんですけれども、その将来の不安であったり、過去の失敗とか過去の、嫌なこと、後悔していることを、いっぱいになっている一つ一つをですね、認知行動療法などの、セラピーを使って、例えば一つ一つをカードにして書き出して、これはどう受け止めれば、納得するのかっていうのを、セラピーを通じて、一つ一つ整理をしていく。で、最初その嫌なことで頭の中がいっぱいだったっていうところが、カードが一枚一枚、減ることによってですね、そんなに心配しなくても人生生きていけるねっていうふうに、変化することができればですね、気持ちの上で、人生に春が来るなっていうふうに考えることができますんで、そうすると脳幹のですね外側多頭角の動きをですね抑制することができるんじゃないか、これがセラピーの効果ではないかというふうに思うわけです。続いて、うつの、経過ごとにですね、どんなことができるかというところをお話ししたいと思います。最初に発症してから、重症化するまでなんですけど、ここの時点では、学校には通えている、会社には通えている、でもなんかもうヘトヘトだ、無理だみたいな、そういう状態ですね。
で、この時に、周囲としては、早々に介入をして、食欲がないこととか眠れてないことを確かめて、お医者さんに連れていくっていうところが一つあるんですけど、そのセラピーをする側の立場としては、もうこの時点でその認知行動療法的なことをして、溜まりつつある問題を解決するっていうのは、ポイント結構あるんじゃないかなとかっていうふうに思っています。実際にはこういう視点でセラピーをしたことがまだ私ないので、これから、知識を深めていきたいと思うんですけど、この抵抗期の間に、介入して、そっとしておくのがいいのか、少しなんかこう違う角度で頑張ってみてもらうのがいいのかっていうのは、とても悩ましいところですね。で、何がしたいかということで言えば、もう重症化するポイントを、重症化しないで避けたいと、もう一回復活してほしいと思っているので、休むのがいいのか、何かこう違う角度で取り組む、気持ちを楽にしながら何かやった方がいいのかっていうところは悩ましいところです。で、その次に、一番重い状態に、重症期に入っていくわけですけども、重症期に入ってすぐというのは、本当に、眠れない、食べれない、お風呂にも入れない、何をやるのも全て億劫、ベッドから起き上がるのさえ辛いという状態なので、ここでは周囲はもう回復をもう見守るしかないのかなと。お医者さんからいただいた薬を、きちんと服用してですね、なんとか動けるような状態になっていただくように見守るっていうところだと思いますね。で、回復への向けての活動ということなんですが、まずその寛解ですね。合ってる薬が見つかって、少し楽になってきたよっていうのを、感じ取れるようになったら、そこから、認知行動療法とかですね、セラピーをしたりとか、ちょっと外出を、できる時には外に出てみたりとかっていうことで、回復への向けての活動を始める。この時にあまり焦りすぎて、本人にプレッシャーをかけると、またその重症状態に戻ってしまうということもあるので、ここはもう焦らずに、ゆっくりと進めていくっていうところが、ポイントではないかと思います。最後にまとめになりますが、現時点でですね、うつの原因は不明とされています。で、今までの説明がですね、正しいとすれば、これはもしかしたら精神の病気ではなくてですね、睡眠障害の一種っていう受け止め方もできるのかなと、睡眠を起点にした病気ですよっていうことで、考えることができるかもしれないなというふうに思っています。それで今回、すごい空想とか推論とかに満ちた内容になってるんですけど、何をしたいかというとですね、治療が長期化している方々、再発に悩んでおられる方々がもう本当にたくさんいらっしゃるので、その方々への、改善のヒントになれば嬉しいなというふうに思っています。それから、内容的に細かくお伝えしてませんが、産後うつとかですね、起死燃料がとても強いケースとかっていうのがあって、そういう状況によってはですね、早急に助けが必要な場合があります。それに該当する場合はですね、もうちょっと様子を見ようとかっていうことではなく、躊躇せずにですね、お医者さんに相談するとか、福祉の人に相談するとか、どんどん動いて、いっていただきたいと思います。今回は、以上になります。